ここ多分びっくりした方多いんじゃないかな。こういうびっくり箱的な仕掛けが入ってるっていうのもミルクならではかなっていうふうに思うんですよね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルクアイドルパワー、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回の動画からですね、ちょっと動画の内容を変えていきたいと思います。どう変えるかっていうと、もうオープニングのこのシーンはですね、もうサクッと終わってすぐに本編の方に行きたいと思います。なんか皆さんの立場からするとそっちの方が見やすいかなっていうふうに思いますので、ぜひその辺についてコメントで教えていただけたらなというふうに思います。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方よろしくお願いします。それでは早速、ミルクアイドルパワー歌声分析 GO！ うえーいいですね。今回はスカっていうジャンルですね。このテンポの速さがですね、めちゃくちゃ爽快な感じですね。で、吉田さんの甘いフェイク、たまらないですね。いいね。おーっていう上がっていく感じがボルテージを上げてくれますよね。いいね。歌声が重なっていることでスピード感を表現していますよね。めちゃくちゃかっこいい。で、その3の歌声相変わらず優しいですよね。この歌声はですね、口の中の響きと鼻の響きをですね、混ぜたような歌声なんですよ。口の中がですね、口腔共鳴って言って、主に言葉の輪郭をですね、クリアにする働きがあるポイントです。で、鼻は鼻腔共鳴といって、主に声の音色のコントロールですね。今回その3はですね、鼻で優しい雰囲気を作ってるんですよ。で、塩崎さんの歌声はですね、鼻が中心かな。体全体はすごくリラックスした感じで歌ってるんじゃないかなって推測します。もう一回聞いてみましょう。いいですね。その3の歌声を僕がやると、やる気出ないいつまでも、こういう感じになるかな。もっと口を大きく動かしてるような感じがあると思うんですけど、その3の歌声は。すごくいい声。で、塩崎さんがですね、絞り出す根性で Try Tuesday。こんな感じかな。もっとね、可愛らしい声ですけど、いいね。で、佐野さんがですね、肺の中の音色を主に使った歌声です。胸腔共鳴って言うんですけど、声のたくましさをコントロールするポイントです。佐野さんの歌声のかっこいい成分はですね、肺の中の音色で主に作られています。で、吉田さんの歌声がですね、胸腔共鳴と鼻腔共鳴の音色を混ぜて作ってるって感じかな。もう一回聞いてみましょう。眠気ぶっ飛ばして今日もエンツデイみたいな感じかな。最後のデイのところで息の音をグッと混ぜるような歌い方にしてますよね。これウィスパーボイスって言います。フレーズ最後の音で優しさだったり色気を表現していますよね。で、吉田さんのポイントが誰もが今を頑張ってるんだ。こんな感じかな。声の支えを胸腔共鳴にして、その声をですね、鼻に入れるっていう感じの歌声の作り方かと思います。ものすごくね、優しい感じの歌声が聞いていて心地いいですよね。で、歌ってる時におそらくはね、ニッと笑顔を作って歌ったんじゃないかなって思います。表情を使った声の明るさ感じました。いいですよね。山中さんのこの全体的に息の音が混ざったね、優しい歌声。で、山中さんの歌声はですね、声自体はすごく男らしくてかっこいいんですよね。その歌声をベースにして、ウィスパーボイスで耳元で囁いているような雰囲気を作り出しています。もう一回聞いてみましょう。いい声。賞賛が欲しいわけじゃない。
こんな感じかな。もっとね、息の音が混ざってるような感じしますけど、で、歌声の声量的にはですね、だいぶ抑えた感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに推測します。地声の方がですね、大きくなりすぎてしまうと、どうしても息の音とのバランスが崩れてしまうので、ここまで息の音がですね、綺麗に入っている歌声っていうことは、地声の声量はね、ぐっと下げてる、この声のバランスを作って歌っていると思います。いいね。で、今のところはですね、ダブリングって言って、これまた音楽の専門用語なんですけど、メインメロディーをですね、2回レコーディングして2つの音をですね、同時再生させているんですよね。そうすると、今の山中さんの歌声みたいにキラキラした感じになります。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。メンバー2人とかで歌うユニゾンって言われるものとですね、非常に近いような感じなんですけれども、山中さんの歌声をですね、2つ同時に再生させる。あるいは他のメンバーでもそうなんですけど、同じ人物の声をですね、2パターン同時再生させることによって、キラキラした成分っていうのが一気に上がるんですよね。今がそのポイントでした。うんうんうん。ここは2人ずつ歌ってるフレーズなのかな。僕が聞いた感じだと間違ってるかもしれないんですけど、前半が塩崎さんと吉田さんで、後半が山中さんとそのさんかなっていうふうに思うんですけれども、ぜひね、この辺僕も自信がないので、皆さんの意見コメントで聞かせていただけたらなって思います。もう一回聞いてみましょう。じゃないかな。さっき言った歌割りで、僕はね、間違いではないような気はするんですけど、こういうふうにオーディオのいいところは誰が歌ってるのかっていうのを考察するのも楽しいですよね。先月から開始された猛烈猛進リリースプロジェクト2026第1弾の楽曲。毎月1曲ずつ新曲をミルクがリリースしてくれるっていうプロジェクトなんですけど、次どういう曲が来るのかっていうのもね、考えるのも楽しいですよね。ミルクの楽曲もそうですけど、こういうワクワクさせてくれる企画最高ですよね。で、最後が佐野さんなんだ。なるほどね。最後のジャーンのところめちゃくちゃ高いですよね。で、僕、高音の説明をするときはいつもミックスボイスっていう声を使ってるっていう風に言うことが多いんですけど、今の佐野さんのところはですね、地声を使ってますね。地声でこの音域を綺麗に歌い上げられるのすごいですね。もう一回聞いてみましょう。高いめちゃくちゃ高いですよね。地声で高い音域を攻めるデメリットとしては、一般的にやっぱり辛い雰囲気が出やすいんですよね。でも佐野さんのこのハイトーンはですね、辛い雰囲気なんて1ミリもなく、かっこいい雰囲気しかしないじゃないですか。これがね、すごい。ほんと佐野さんの歌声ってかっこいいの塊ですよね。うわ、いい。いいですね。めちゃくちゃキャッチーなサビ。一発で好きになっちゃう雰囲気ありますよね。ただサビもですね、めちゃくちゃ高いじゃないですか。日本を元気にするよアイドル。ほら、めちゃくちゃ高い。僕はこれミックスボイスっていう声を使ってるんですよね。先ほど言った声なんですけど、地声と裏声の中間の声ですね。それを使ってもね、高いなって思いますよ。ただ、この音域が高いっていうところ以外にもう一つすごく難しい部分があって、それは何かっていうと、リズムなんですよね。タン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 、このリズムに対して、タッ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 タみたいな。このリズムって全体的に音を切り気味に歌わないとかっこよくならないんですよ。おそらく今回のアイドルパワー、サビ歌ってなんかしっくりこないなっていう風に思った方多いと思うんですけれども、それはですね、声の出し方云々ではなく、リズムの取り方が大きな原因かなっていうふうに思います。それを音を切ってるっていうふうに感じさせないぐらいさりげなく音を切るっていうところがポイントなんですよね。この部分気づいた方、ぜひねコメントください。ものすごく耳がいい証拠なので、もう一回聞いてみましょう。ほらね、
音切ってるっていう風な話をしてから今のフレーズ聞いてみると、実際にミルクのメンバー全員音切って歌ってるじゃないですか。こうしないと、さっきも言ったんですけど、かっこよく聞こえないんですよね。全体的にこうなんか平らな感じになっちゃうっていうかね。ただ、音域が高いので、音を切る余裕がね、生まれないと思うんですよね、最初のうちは。だからね、サビめちゃくちゃ難しいですよ。うん。今の作ろうかっていうところが一番わかりやすいかな。さっき言った音の切り方。もう一回聞いてみましょうか。ほら。かなり強めに音を切って歌ってると思います。いや、こういう細かいところもですね、メンバー5人全員が同じ切り方をして歌ってるんですよね。本当に細かい部分まで徹底して歌ってると思います。うん、まあ確かにね、言われてみるとっていうか、まあ僕が自分で言ったんですけど、この速いテンポでこのかっこいい雰囲気を作り出すためには、スタッカートを使うっていうのがまあマストになってくるかなっていうふうに思います。必ず必要っていうかね。音を切らないと歌ってかっこよく聞こえてこないので、そういうところもちゃんと表現してるミルク、最高にかっこいいですよね。かっこいいかっこいい。ものすごくこうテンポが速い中でグッグッってこう引っかかる感じがあって、それがまたかっこいいじゃないですか。これがね、さっきから言っている音を切ることによって出る雰囲気なんですよ。音楽の専門用語ではグルーブって呼ぶんですけど、もう一回聞いてみましょうか。うんうん。タッ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 タみたいな感じになってるじゃないですか。タラララララとは聞こえないですよね。いや、本当にすごいですよ、ミルク。このリズム的な知識っていうのは、ミュージシャンたちがメインで意識するような部分なんですよね。歌い手でここまでリズムに対して意識して歌ってる人ってあんまりいないんですけど、ミルクはですね、完璧に捉えて歌ってます。それがね、すごい。ただそういう細かいところまで追求することによって、初見で聞いた方にもですね、一瞬でかっこいいなっていう風に思わせる魅力がですね、生まれてくるんですよ。いや、ほんと素晴らしいですよね。いや、最後のロングトーンやばいですね。相変わらず吉田さんの歌声の安定感には毎回びっくりするんですけど、もう一回聞いてみましょう。もうすごすぎて笑っちゃいますよね。この音域が高い部分で、ここまで綺麗に音を伸ばせるっていうところがね、ものすごいです。この歌声の安定感は日頃からの努力の集大成かなっていうふうに思います。2番は塩崎さんからの始まりなんですね。で、その3。1番の逆かな。で、塩崎さんの歌声はですね、1番よりも鼻に入れる声の量を増やしたかなっていうふうに思います。心配も気にやまないで、みたいな可愛らしい雰囲気がですね、ものすごくアップしたかなっていうふうに思います。で、その3のですね、まだまだやれるよのこの裏声にひっくり返したところがですね、めちゃくちゃ色気があってかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。可愛いからかっこいい。この流れがですね、またたまらないですよね。いいね。最後の日々頑張れるんだよのところのフレーズで歌声に混ぜる息の量を増やしてるんですよね。なんか僕も今気づいたら喋ってる声にこう自然とね息が混ざっていたんですけど、最後の最後でさらに囁くような雰囲気作りたまらないです。もう一回聞いてみましょう。日々頑張れるんだよ。このぐらいの声と息のバランス。僕山中さんの声の中で一番好きですね。めちゃくちゃかっこよくないですか？で、この佐野さんの歌声もですね、また一番では披露していない歌声ですよね。
ここどう変わったかっていうと、鼻の中に入れる声の量を増やしたんですよね。で、顔の表情はほぼ動いていないと思います。全体的に声の雰囲気としては寂しい雰囲気出てました。その歌声にですね、ウィスパーボイスの息の音を乗せることによって、ものすごく寂しいような雰囲気作りをしています。もう一回聞いてみましょう。で、2回目聞いて思ったんですけど、徐々に後半に行くにつれてウィスパーボイスを消していってるような流れ作りですね。そっと背中を吸うみたいかな。僕ね、あんまりうまくできないですけど、出だしはこういう感じなんですよね。で、さっき説明しそびれたんですけど、エンパワーメンみたいな感じで、円のところでザラザラって音を入れてます。これ、エッジボイスっていうテクニックですね。ここに仮声帯っていうところがあって、ここでですね、このガラガラって音を作るんですけど、エッジボイスを一瞬入れることによって切ない雰囲気をさらに強調してますよね。で、後半になって、自分の意志をみたいな感じでウィスパーボイスの音を消してるんですよ。この表現力素晴らしすぎますね。この一瞬のフレーズの中にいろんな感情を込めてるようなフレーズ作りかなって思います。最後のハイトーンのところは、ここは2人で歌ってるんですね。佐野さんと誰だろう？吉田さんかな？めちゃくちゃかっこいい流れですね。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。もうサビへの導入、毎回ミルクの楽曲ってそうなんですけど、B メロの後半からサビの入り、ここの瞬間がめちゃくちゃかっこいいですよね。で、サビになって一気にドカンと爆発するみたいなところあるじゃないですか。楽曲のね、流れの持っていき方も最高ですよね。今歌詞の前半がですね、なんか若干こう韻を踏んでるようなラップ的な要素があって、そこがですね、めちゃくちゃかっこよかったなって思いました。愛足す踊るイコールアイドル。愛のところは韻を踏んでる感じ出ていないですけど、愛ってくると、ドルって言葉を連想するじゃないですか。こういった連想的な雰囲気も含めて全体的に韻を踏んでる感じになると思うんですよね。で、このタッ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 タっていうリズムに対してこの韻を踏んでる歌詞が持つパワー感もプラスされて、ものすごくグッときますよね。もう一回聞いてみましょうか。めちゃくちゃかっこいい。1番でもパワー感すごいなって思ったんですけど、2番でですね、さらにそのパワー感が上がってますよね。徐々に徐々に心拍数が上がる感じ。これがミルクの楽曲の魅力の一つかなっていうふうに僕は毎回思っていて。だから後半に行けば行くほどね、ものすごくテンションが上がってくるんですよね、自然と。元気をもらえるというかね。いい。なんか僕だけかもしれないんですけど、2番のサビの今聞いたポイントは、なんか塩崎さんの声がすごく聞こえるような気がして、だからなんか全体的にここの部分は可愛らしいような雰囲気を感じることができ、なんかほっこりしました。なんかそういった声の声量バランスで狙ってたりするのかな。サビで全員で歌ってるポイントなんだけど、ここの部分はちょっとだけ、例えばさっきだったら、塩崎さんの声量をちょっとだけ上げて、可愛らしい雰囲気にしようとか、山中さんの声量をちょっとだけ上げて、大人っぽい色気がある雰囲気にしようとか。なんかミルクのことだから、そこまで細かいことやってそうな気もするんですよね。これあくまで僕の想像なんですけど。なんかそんな気がするな。全員で歌ってるポイントでも、やっぱなんか雰囲気違いますよね、よく聞くと。これについての皆さんの考察なんかも、ぜひね、コメントで教えてください。そういう風に感じてくれる人がいると嬉しいな。かっこいいね。超えてくとか、言葉の発音の仕方もですね、英語に近いような発音の仕方を使うんですよ、佐野さんって。こういうところいいですよね。めちゃくちゃかっこいい。ロックな感じがね。もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら。超かっこいいですよね。
ロックボーカリストとかは特に日本語なんだけど、子音を強く発音したり、英語っぽい発音の仕方であえて歌う方すごい多いんですよね。これも最初の方に言ったリズムのかっこよさと同じ部分なんですけど、やっぱ子音を強く出すことによってその音がですね強く聞こえるんですよ。アクセントっていうんですけど、フレーズの中にそのアクセントがですね適度に入ることによってフレーズ全体のかっこよさって一気に上がってくるんですよね。佐野さんそういったリズムテクニックも使ってるんですよ。ちょっと雰囲気変わりましたね、この感想の部分。楽曲全体のビートの流れとしては先ほど言ったスカっていうテンポの速いジャンルの楽曲っぽいんですけど、今のところはですね80年代とか70年代の洋楽のリズム&ブルースだったりロカビリーって言われるちょっと懐かしさを感じるような楽曲の雰囲気かなっていうふうに思います。こういったシーンの切り替わりものすごくかっこいいですね。いろんな年代の方でもすごく愛着が湧きやすいっていうかね。ほらほら。あ、いいね。こっからあれかな、落ちサビに行きそうな気がする。ほら。あ、いいね。落ちサビなんだけど、みんな色気たっぷりのかっこいい声ですよね。佐野さんと山中さんの声だと思うんですけど、ものすごく大人っぽい色気たっぷりの歌声。オクターブ下にですね、音域を下げることによって、やっぱり男らしさが前面に出てますよね。声質が太くなったっていうか。オクターブっていうのは、ドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係、オクターブって言います。もう一回聞いてみましょう。いいね。明日もこのふわっていう風にフレーズを締める山中さんの歌声がですね、僕すごく好きですね。いい。で、今のそのさんの歌声なんですけど、鼻に声を入れて歌ってるっていうのがすごく分かりやすいポイントですよね。ララララララ、こんな感じの音色だったと思うんですよ。で、その後の吉田さんはさすがだなっていう感じなんですけど、音域がね、オクターブ下がったとしても、高いところの声質と全く変わりないこの安定感。もう一回聞いてみましょう。ほら。うん。すごいね。そのさんの声質のこの変え方もすごいですけど、吉田さんの声質が全く変わらないっていうところもね、ものすごいスーパーポイントでしたね。はい。うん。今の塩崎さんの声、めちゃくちゃ美味しいですね。声っていうか、パートね。周りの楽器が、こう、ブレイクって言って、ピタッとバンドの音が消えた後に、塩崎さんの声だけになる。しかもここはですね、塩崎さんの歌声のインパクトがものすごく強くなるような音質処理がされてます。それは何かっていうと、レコーディングをして録音した歌声をほぼいじらずに音源化してるんですよね。通常レコーディングした歌声っていうのはリバーブって言われる残響音とディレイって言われる山彦成分、これをですね音質加工した上で音源化されます。リバーブっていうのは分かりやすく言うと、お風呂場で歌った時の声が広がる感じ、あれがリバーブですね。でディレイっていうのはカラオケでいうところのエコーのことです。わっはっはっは、これですね。これを人工的に足すことによって自然な音の質感にですね近づけるんですよ。すごく矛盾したことを言ってるような気もするんですけど、レコーディングブースっていうのは完全に音を吸収する材質で作られています。だから先ほど言った自然な部屋鳴りっていう成分がゼロなんですよ。だから後で付け足してあげないと自然な声に聞こえないんですけど、じゃあこの自然な部屋鳴りを取り除くと歌声どうなるか。イヤホンで聞くとですね一番わかりやすいんですけど、ものすごく塩崎さんの歌声が近く聞こえます。だから今までアイドルパワーがこの辺で聞こえていたのに対して塩崎さんの歌声になった瞬間だけぐっと近づくような音の距離感を利用した表現っていうのを使ってるんですよ。ここのポイントはちょっと熱く語ってしまいましたけど、そこ注目して吉田さんのパートから塩崎さんのパートまで流すんでチェックしてみてください。
ほらほらほら。わかります？素晴らしい。いつだってみたいな感じになってますよね。ここ多分びっくりした方多いんじゃないかな。こういうびっくり箱的な仕掛けが入ってるっていうのもミルクならではかなっていうふうに思うんですよね。最高すぎますね。グッっていう風に塩崎さんの声が近くで聞こえた後に一歩離れるんだけど5人全員で歌っているからパワー感がものすごい歌声っていうのがねたまらないですよね。本当に日本を元気にするアイドルっていう歌詞がですねその通りだなっていう風に思うぐらいのパワーあふれる歌声かなっていう風に思います。いい。最後は5人全員全力で感情を歌声に込めてるっていう感じがしますよね。なんかね、そういう風に思ったらめっちゃ感動してきました。本当にちょっと感動しちゃって言葉が出なくなってきたんですけど、ライブ映えするだろうね、この曲もね。ライブの最後にアイドルパワーを歌ってくれたらね、僕はね、感動して泣いてしまう気がします。めっちゃ言葉もメロディーも歌声もグッときますよね。うん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 。会社も教室もステージでスポットライトだ。この言葉もね、グッときますよね。要はミルキーズの皆さんが今いる場所こそ、それぞれが主役で、それぞれのステージだっていうことを言いたいんですよね。いや、めっちゃ感動する歌詞だなっていうふうに思って、ミルクが歌うからね、なおさら説得力もあるじゃないですか。やばいね。嬉しくなりますよね。で、ラララが始まったっていうことはもうエンディングに向かっていく流れですよね。うん。やっぱそうですね。もうエンディングに向かってこのままラララが続いていく感じで。で、最後の最後で締めの言葉があるのかなっていうふうに思うんですけど、流れ的にね、どうだろう聞いていきましょうか。ういかっこいいね。やっぱね、佐野さんの歌声が来るとかっこいいなっていうふうに思いますよね。今のね、最後の輝けるっていうところなんですけど、輝けるみたいにこういう風な歌い方するじゃないですか。僕ね、この裏声にひっくり返す歌い方すごく好きなんですよね。さっきその3の時にもこの歌い方について触れたと思うんですけど、感情大爆発っていう感じがしてね、ものすごく大好きです。いいなぁ。すごくいいなぁ。あ、なんか今ちょっとバックにフェイクみたいなフレーズ入りましたね。吉田さんかな？最後までこう盛り上がっていく感じが素敵ですよね。やっぱりライブのエンディングって感じがします、僕は。あ、えい最後はああいう終わり方なんですね。ベーンとかじゃないんですね。わあ、めちゃくちゃかっこよかった。以上、ミルク、アイドルパワー、歌声分析はここで終了です。さあさあ、今回はですね、ミルクの猛烈猛進リリースプロジェクト2026のですね、第1弾アイドルパワーについて歌声分析をしていきました。このアップなテンポ感で、なおかつ歌で表現するかっこいい雰囲気。この組み合わせがですね最高かなっていうふうに思いますし、やっぱりポイントポイントによって声質を変えて歌声で感情を表現するミルクの歌唱力、これやばすぎますよね。後日ミュージックビデオの方も公開されるのかな？されたらねまたリアクション動画の方を公開しようかなっていうふうに思うんですけれども、こうやってねいろんな企画をして行動に移してくれるミルクがですね本当に嬉しいですね。今月はどんな新曲が公開されるのか楽しみでもありますし、先月のミルク強化月間でリクエストをいただいていて公開できていない楽曲もですね随時公開していこうかと思いますので、ミルキーズの皆さん今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。
動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。